はい、内山コーチのザ・ゴトチャンネル。はい。はい、皆様、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、天上界からの言葉をね、いっぱい皆様にお伝えしたく、頑張っております。はい。はい、エレナさんが一番頑張ってるのかもしれませんけどね。でも頑張ってるように見えないでしょこれ。見えないですね。人形ですからね。そう、人形だからね。ねうん。うんじゃあ、その人形に合わせるためには、この顔を少し若返させるしかないかな。ね、この年寄りの顔を少し若返る。輝かせて、うん。髪の毛はもう白のままでいいかな。いいんですか白で。いいですよ。うん。若返ると思ったら若返ったりしてね。どうしましょう若返っちゃったら。はい、それでは頑張りたいと思います。はい。はい、年に負けずにやりましょ行きましょう。なんと今は11時です。頑張らなう。くちゃいけません。そうなんですか。もうブラック企業やここはもうっていう感じほんですね。とこんな時間になって仕事って。ね。そうですよね。今日朝考えてみれば、霊言ニュースもやったし、うん。ねやったし、今日は木曜日ですからね。はい。実はね、今日はね、14日なんですよ。14日。で、監督がね、ちょっとね、ため撮りしてくださいっていうことで、はい。ちょっと私たちがちょっとスケジュールがすっごく忙しくなって、うん。皆様に霊言を届けるのが難しくなるということで、はい。ため撮りしてくださいということにな通り。りましたね。ほんいや、と。そんなんでいいのかなって思った瞬間に天上界からすっごい数の方たちが現れて、あら、どうしもます？う霊界はやる気満々。うん。私たちは、もう夜中の11時だよっていう、そう。ね、感じですね。朝8時から仕事していて、うん、ずっと合間合間に仕事があって、ですね。して頑張ってま今ですすね。ね。でも何かね、なんか本当に天上界の方の言葉を伝えるのは、なんか嬉しい感じがしますね。ああ、それはね。うん。うん。なかなかね、こんなことは多分聞けない時代が多かったと思うんですよね。はい。これからこういう時代がね、本当に増えてこういう状態の方が増えてくるとは思いますけども、はい。このようにして天上界の言葉を伝えることができるっていう、そういう役をね、やらせていただいていることに本当に感謝いたします。はい。ね。で、皆さんからね、応援してもらってるんで、これが続くことできますね。うん。そうですね。応援。いっぱいね、批判とかなんとかもね、もうずーっとありましたんでね、今更どうのこうのってことはないんですけども。ね、批判されっぱなしですからね。ですね、はい。うん。霊的なことをやるとね、批判する人たちは当然いますし、います。仲間からの批判もね、当たり前のことがありますしね。ありますね。大体これが続くんじゃないですかね。うん。うん、だからでもイエス様の時もね、仲間からっていうかな、その人類を救おうとしている人類から裏切られるわけですよね。うん。ね、その後の宗教改革とかね、いろいろはい。されるんですけど、その中でもやっぱしね、魔女狩りされてみたり、いろんなことやられるんですね。そうですね。ね、だからイエス様が最短したらのこと言ったらすぐ殺されますよね。そうですね。何をね、言っても、そう、殺しに来たりね。既存の勢力っていうかな、自分たちが今までこう作ってきたものを壊したくないっていううん。のでそういうのありますよね。人間の都合でね。ですね。とこうん、ろがもう限界来ましたよっていうことで、今うん。回はね、大きくこの時代が
そうですね。潰すって言ったらやっぱ店長会の仕事ですから、潰してわけいけませんよね。はい。でもまあ大きく、流れに、大きく変化を及ぼすということになってますね。変化を及ぼす。ははいい。より発展的な変化ですね。うん。ね、発展的な変化、新しいものを作るときには前いたものがご破算で願いましたっていうこともありえますけども、でも発展的な変化というはい。言葉を使えばね、店長会の言葉でもいいかと思いますね。うん。なうんるほどですね。その言葉に含まれた意味合いって言いますかね。はい。裁きの思いを強くすると、潰すとか壊すとかいうことになりますけどね。ですね。愛が含まれてくると発展的な変化なんですっていうことになります。柔らかくなりますね。ありますね。はい、人類はね、そういうところを何度も何度も、経験しながら、来てるところです。そしてまた今ね、大きな変化の時期です。この大きな変化の時期っていうのは、ものすごく学び得るチャンスがうん。与えられたってことなんですね。どっちを選ぶかうん。ということですね。はい。勤労の獅子をやるのか、新選組でやるのかっていうところもありましたよね。ああ、なるほどね。ね。どっちを。天使側の人として、頑張るか、それとも天使たちを生き埋めにする側として頑張るか。もうそれはなんか、白黒がついちゃってる感じですけど。それでもね、そういったことを経験することによって、両方の方が魂が向上していくんですね。そういうことでしょうね。ということですね。大きく見てね。うん。で今回はね、ちょっとそれが、今まではそれでよかったかもしれませんけど、今回はちょっと大きな変化がありますので、今回には何が何でも皆さん、ついてきてください。時代の流れに。時代の流れにそうです。ついてきてください。で、心はいつも天上界です。はい。神仏の方ですね。神様の方。主のお心ですね。こちらの方にしっかりとつながっていてくださいね。そうですね。三次元で何て言われようが、何と言われようが、自分の心がつながってるかどうかですね。自分ではつながってるつもりはダメですよ。つもりは。つながってるつもりで自分の考え方で生きたらダメです。ああ、なるほど。自分の考え方で生きているってことはつながってないってことですね。そうか。そういうことなんです。だから、主の教えに従って生きていこうと努力しているその姿ですね。その思いですね。その謙虚さ、その心ですね。はい。教え通りに生きるっていうのはなかなかできませんからね、地上に生きてたら。欲もいっぱい出てくるしね。はい。それをね、なくすこともまたできませんよね。できませんよね。でもそういった欲とかいろんな地上的な様々な障害物があると思いますけども、それをしっかりと知った上で、いかに主の心に沿いながら向上していけるかっていう、一歩でも近づくことができるかっていう、ここですね。はい。ここが大事だと思いますね。そうですね。このね、本当に変化の時に、本当に一人でも多くの方にね、一人でも多くの方に流されてほしくないと思ってます。はい。特にね、日本で頑張ってる方たちいっぱいおられますよね。はい、おられます。本当にね。一般家庭の中でも奥さんとして頑張っておる方たちもおられるし、はい。ずっと共働きでね、一生懸命頑張ってる方たちいっぱいおられますよね。自分たちがどこに何のために生きてるかでもわからないんだけども、一生懸命生きてる方たちいっぱいおられると思うんですよ。はい。中にはね、一生懸命やらなくても、ぐずぐずなしながら生きてる方もおられる方もいますけども、心の中の葛藤はいっぱい一生懸命だと思うんですね。はい。ですから、そういう方たちにね、ぜひとも今の時代だからこそ、本物とね、つながることができる。今だからこそ、大宇宙の根本心とつながることができるという、本当に奇跡中の奇跡
もうはい。二度と来ないような奇跡の時代に生きてうん。るっていうことをね、どうかね、知ってほしいと思いますね。そうですね。この方にやはりね、伝えたいですね。あの世うん。あります。神仏はおられますと。はい。本当に伝えたいですね。ね。うん。まあ、いろんなことが起きてると思います。そして神や仏はいないんじゃないかってね、声高に言う方もおられるかもしれませんので、その時こそ、いますよって、はっきりとね、言えるうん。自分でありたいなと思ってますね。そうですね。うん。ね。自分でありたい。はい。少し前置きが長くなりました。すいません。先ほどからお待ちの方おられますので、すいません。やっていきたいと思います。はい。礼儀エレラさん、準備お願いします。ですね。そうですか。はい。はい。安心してたでしょいえ、そんなこともないんですけれど、う。はい。それで終わらないかなと思ってたんですけど、終わりませんでしたね。わかりませんでしたね。はい。はい。ふーっと息を吐いて一発で決めてくださいね。はい、準備お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは先ほどから頭上に来ておられた方、お待たせいたしました。エレラさんの方にお入りいただき、お言葉いただければと思います。よろしくお願いいたします。うん。はい、はい、おいでいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。恐れます。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。二宮金次郎です。二宮金次郎様おいでいただきまして誠にありがとうございます。はい、はい。それではお言葉いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。私は、人間というのはいくつになっても学ぶという姿勢が大切だと思っています。学ぶということは、自らを謙虚にするということです。謙虚でなければ学ぶことはできません。そして、謙虚であればあるほど、より多くのことを学ぶことができます。そのことこそが宝物だと思うのです。寸暇を惜しんで学ぼうとする姿勢、この心、それこそがその人物をどのようなものに育て上げるのか、違いが出てくると思います。一体自分自身というのはどういう存在であるのか。神や仏、あるいはお神と言われる国の長たる人々、王であったり、天皇であったり、または大臣であっても同じだと思いますが、そのような偉い身分の方たちであっても、学ぶということは終わらないのだと思っています。しかしそれを終わってしまって、それ以上学ぶという姿勢を取らない、そういう人々も数多くいると思います。そうしたときに、その人物はもう
それ以上成長することはなくなるでしょう。自らが成長を止めて、その場に居続けてしまうということは、後から来た者たちがどんどんその場を追い越して、さらに偉くなっていくということが起きるのです。そうして時代に取り残され、頑くなにこれまでなしてきたことへの執着を持ち、どうしようもなく考え方は固まってしまい、何の新しい話も出てこない、そのようなものとなり果ててゆくのです。なので、年がいくつになったからといって、学ぶことがすべて終わるということはなく、死ぬまで学び続けねばならんのだと思っています。それを生涯続けることができたものが、頭も柔らかく、若く、考え方を改めながら、どこまでも進んでゆくことができる人物になると思っています。そのために、人というのは謙虚にならねばなりません。そうすることによって、これまで得ることのできなかった知識や知恵を得ることができ、なすことができなかった大きな仕事をなすことができるようになるというふうに思うのです。そのようにして、どのような身分の人であっても、謙虚さというのは必要であり、それを常に持っている人々は、どこまでも学びということを続けていくだろうと、そう思っているのです。ぜひともこのことは覚えておいていただきたいと思います。ぜひとも実践してほしいと思います。言葉だけで空虚な悟りにも似た香りこそするが、実際の悟りではない、そのような形だけの学びをすることのなきよう、本格的に味わい、学びを進めていくことを願います。これからの時代は、そういうことをすでに成している人々が求められる時代になります。そのことを考えて、一歩でも早く次なる時代へと移行していくのが良いだろうと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。そうですね。なんか学びをついつい、忘れてしまうこともあります。書籍だけではなく、いろんなものから学べることはいっぱいありますので、書籍を学ぶ、そしていろんなところから学ぶってことを、やり続けたいと思います。はい。そうですね。学ばなくなった時が、自分が慢心した時っていうふうに考えてやっていきたいと思います。うん。ですね。そうしないと、先にやはり進まないような気がします。はい。どうも、大変貴重なお言葉いただきましてありがとうございました。はい。
はい、今後とも精進してまいります。どうもありがとうございましありた。がとうございました。3次元の忙しさにかまけて、負けて。うん、負けて、うん、負けないようにしなきゃいけないね、でも。負けないようにしなくちゃいけません。ね、こうやってね、研修会の方が来てくれてお話してくれることでも学びになるし、うん、毎日毎日自分の心の中を見ても学びになるしですね。ね。発見があるし、それから人と話すことによっても学びがありますよね。うん、世の中の出来事、様々な出来事が起きますけども、はい。この中からその原因とか、その理由とか、そして自分の心の中に出てくる思いとか、うん、そんなものをね、見ることによって学びになりますね。はい、なうん、ります。注意しなきゃいけないのは、あの人がこうなったからダメなんだとか、相手を裁いたら学びになりません。うん、自分がいかにも分かってるようなことになっちゃっただけで終わっちゃいますね。うん。だからその中から学ぶっていうことですね。その中から学ぶ。学ぶ。人の欠点からも、自分の欠点からも、ね、学ぶ。石が転がっても学ぶ。学べるかな。石が転がっても学ぶ。そのくらいのつもりでね、やはりね、学ぶってことをね、やって、そうだそうだ、私がね、目は、色真色弱って言って、赤と緑がね、あんまりよくわかんなかったんですよね。うん、本当に前は、もう紅葉なんて全然わかんなかったですね。はい。色が、よくわかんなくて、暗さがあるっていう感じですね。明るさ、暗さぐらいでわかるっていう。ああ、緑と赤がわからない。そうですね。わかんなかったんですね。で、うん、それで、何の時かね、あの、そうですね、感謝した時かな。その、うん、こういう教えに出会ったことに対して感謝した時に、講演会の、ボランティアした帰りだったんですけども、広告が非常になんか賑やかに見えて、うん、赤があってなんかうるさく見えたんですね。なんかすごくなんかいつもと違う風景に見えて、うん、そして、自分は赤が分かってるんだっていうことが、もちろん一般の方よりもまだまだよくは分からなかったんですけどね、正常な方から比べれば。うん、でも分かるようになったっていうことで、もう紅葉をね、見に行ったんです。今の時期かな、ひょっとしたら。うん。うん。そして紅葉を見てたら、その葉っぱのね、色の変化が、はい。時間の流れを感じたんですよ。おー。うん。いろんな木の葉っぱが、こう、いろいろこう色ついていきますよね。うん、変化してる色ってのありますよね。同じ木でも。うん、もみじでもいろんな色ありますよね。うん、うん。それがね、その色が、変化が、時間を感じたんですよ。おー。すっごい時間を感じてね、うん、そういうことかと思って何気なく下を向いたら石が転がってたんですね、いっぱい。うん。でその石見た時に時間が分かったんですね。はい。その石は上の山から落ちてきた石だったんですね。えー。落ちてきて、そのね、割れたのか何か知らないけどちっちゃくなって転がっている石なんですけども、うん、この石も元は崖の上にあったんだ。うん、で、その前は多分もう山だったんだろうね。うん。水が流れて谷になっていって、そういう形でこうやって崩れたりとかして、長い長い長い時間がここにあってんだ。すごい長い時間がここにあるんだなって思ったことありましたね。へえ、そううん。なんですか。実感しましたね、その時ね。うーん。石ころから学ぶというところですいません、ちょっと長くなりましたけど。石からも学ぶ。だから、なんて言いますかね、その風景を見た時にその風景が時間軸で見えるんですね。うん、そんな時ありましたね。うん、変化ですね。時間の変化とともにその地形が変わっていくものが見えたりとかねしてね。うん。うん、ね。
うん。そうですね。それはね、ボランティアさせてもらって、感謝した。うん。たったそれだけのことだったんですけどね。で、ボランティアした時に、少しでもね、多くの方に、ね、主の教えを聞いていただいて幸せになってほしいと、そはい。してね、多くの方に、こう伝えてほしいという思いでボランティアさせてもらったんですよ。少しね、なんか雪が降ってたかな、すっごく寒い時で、でもね、なんか気がついたら私の周りにいっぱい集まっててね、話してましたね。その時初めてボランティアした時だったかな。だから、多分学び始めた頃じゃなかったかな、多分。そんなことありましたね。なるほどね。で、みんな偉そうな方、本当にね、学歴のある方たちがいっぱいおられて、もう見たらもう本当に頭の良さそうな人がいっぱいおられたんですよね。はい。で、口を開けば立派なこと言われるしね。もう本当に劣等感を感じましたね、入ってね。なんていう場所なんだろう、ここはって。なんていう人たちがいっぱいいるんだろうと思ってね。これはしっかり学ばなきゃいけないなと思ってね。学んだ記憶がありますね。そうでしたか。ね、慢心してみたり、謙虚になってみたり、いろいろしながら学ばせられてますね。ありがたいことですね。学べるっていうことはありがたいことですよね。ありがたいことですね。最初のうちはね、本読んでも、なんて言いますかね。あまり入らなかったです、頭に。もう本当に入らなかったですね。でも、とにかく学ぼうと思って頑張るんだけど、わからない。はい。で、やっと分かり始めたら、あ、これ知ってる、私も知ってる、こんなの当たり前だって思ういう心が出てきたりとかしてね。そうすると、本が遠くなっていくんですね。で、いけんと思って、しっかり学ばなきゃいけないと思ってね、もって学ぼうと思って、こう本を開くと、カーッて寝てしまったりとかね。あるあるですね。そんなことがね、何度も何度もあって、でも1行でも2行でもと思ってやってるうちにね、だんだんと読めるようになりましたね。そんな感じですよね。多分最初からいきなりできるって方もなかなか少ないと思いますんで、コツコツ、本当にコツコツと。よく言いますけど、ティッシュペーパーを重ねるがごとく、はい。できたいと思います。そうですね。学びできなくなった時には、慢心した時というふうに自分にね、回を決めてやっていただければいいかな。そういう私がやれてるんかいって言われると、って、自信満々には言えませんね。ちょっと詰まります？詰まりますね。はい。毎日っていうこともないし、ね。そうですね。書籍っていうところにすればもう毎日ではないですね。でも何かの発見っていうのは、今、2日に一遍、3日に一遍、いや、毎日かなっていう感じね。バラバラですね。そっか。はい。まあね、1年私と会わないと別人の私がいるっていうのがね、昔からのね、合言葉でしたからね。じゃあ、じわじわと変わっていく？変わっていくんでしょうね、多分ね。気がついたら大木が倒れてて、そこで腐り取ったっていうか、変わりようが、変化が激しいとか言って、違うか。違うと思いますけど。若気に戻ろうと思っていますね。若くなってるかも？かもね。でも本当に心の中っていうかな、心はいつまでも青年でありたいなと思うし、ね、頭の中は本当に柔軟でありたいと思います。そうですね。ね、関西のノリはね、結構頭の中柔軟になりますね。そうですか？ね、ありがたいですね。はい。それでは、はい、いらぬことをいっぱい話してますけど、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。生まれる前から知っていた自分の人生計画。なぜいろいろな問題が起きてくるのか。知らずに生きるより知ってみると意外と簡単。自分の知られざる能力や魂の奥底に眠っている思いを見つけてみませんか？きっと人生が変わります。魂の光セッション。お申し込みは動画の説明欄よりどうぞ。